ちょっと予想外なことに今なんかこんな工事になってしまいました。ここで撮るつもりだったんですけど、どうしようっていう感じで、こっちがあるので。こんにちは、ヒロンです。オールドレンズやフィルムカメラの紹介をしているオーバーランド25というブログを運営しています。今回は 35mm フィルムのロモグラフィーパープルの作例をポートレートムービー撮影の様子と合わせて紹介していきたいと思います。使ったフィルムカメラはロモ LCA です。ロモグラフィーパープルは独特な写りが面白いのですが、なかなか使いどころが難しいフィルムなんですよね。これは動画を疑似的にそれっぽくグレーディングしているのですが、特徴としてはこんな感じでいろんなものが紫側に変化して映るフィルムです。廃墟とかディストピアみたいな場所や設定だと合うかなと思ってオープニングのような撮影をしました。小道具のガスマスクは被写体をしてくれたカオさんのアイディアでした。編集は一応マーベル作品のクレジット部分を参考にしています。最初の写真は以前に廃墟の遊園地を撮影しに行った時に撮ったものです。使ったカメラのロモ LCA はキングオブトイカメラとも言われている有名なフィルムカメラなんですよね。でも露出オートで失敗しにくくて、初心者にもおすすめのトイカメラとは言えないくらい優秀なフィルムカメラです。撮影場所は前半が四つ木の河川敷で、後半が移動して渋谷になります。まずは四つ木での撮影です。四つ木は荒川河川敷の吉野草原とスカイツリーが見えるというので有名です。吉野風景がディストピア感が出るかなと思ってここを撮影ロケ地に選びました。ポートレート撮影当日の日に四つ木の河川敷がロケハンの時にはあった吉が刈り取られていて整備されていたのには焦りました。全部ではなくて一部で京成線の高架下の方は残っていたのでなんとかなりました。ちゃんとロケハンしていたつもりでもこういうことがあるんですよね。で80センチぐらい、80センチ。ストーリーっぽく考えて撮っていたのですが、この辺りは普通のポートレート撮影です。フィルムカメラのロモ LCA を少し紹介すると、ピントはゾーンフォーカスという距離がイラストで表してあるマニュアルフォーカスになります。最初にも言った通りで露出はオートなので初心者でも失敗しにくいです。周辺光量落ちが有名なんですが、なかなか写りもいいんですよね。キングオブトイカメラとも言われたりしますが、実際作りは金属製でおもちゃという感じではないです。最近いろんなメーカーからプラスチックのフィルムカメラが出ていて、僕もコダック M35 を紹介しているのであれなんですが、初心者の方はそちらを買うよりもこの中古を探す方が全然おすすめです。完成度が全然違います。また機会があれば使い方も詳しく紹介したいと思います。ブログの方では紹介していますので、よかったら覗いてみてください。ちょっと今から黄色い橋に行きたいと思います。ここは東四つ木避難橋という橋で、ポートレートでも有名なのでインスタでもよく見かけます。
四つ木での撮影が終わったので渋谷に移動します。本当ですね、やっぱあれでもやりましたね。使わなかったのかな、あれ使ったんでしたっけ、使わなかった、使いましたっけ最初で。アクションカムの映像はどうしても電気がチカチカするフリッカーが出てしまいますね。スクランブル交差点の方はさすがに人が多いので、走っているシーンは井の頭線の西口の方で撮影しています。このシーンの動画は残像が残るようにシャッタースピードを8分の1くらいにしています。ラストは新しくなった宮下公園です。ここの階段は比較的人が少なくて、ポートレート撮影なんかがしやすいです。実はコニカ A-COM1 の作例が四つ木と宮下公園という今回のポートレートのロケハンを兼ねていました。そっちでも言ったかもしれないですが、ちょっと近未来的なデザインですよね。というわけで今回はロモ LCA とロモグラフィーパープルでポートレート撮影をしながらムービー撮影をしてきた様子を紹介しました。このフィルムのパープルはなかなか使いどころが難しいと思うんですが、こういうディストピアとかの設定を考えたりすると面白いかなと思いました。以前に廃墟の遊園地を撮影しに行った時のものは別の動画で出していますので、よかったらそちらもチェックしてみてください。いつも被写体で協力してくれているカオさん、ありがとうございました。ぜひインスタグラムをチェックしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルではオールドレンズやフィルムカメラ、動画制作に関することを発信しています。よかったらいいねボタン、チャンネル登録していただけると嬉しいです。さようなら。